客さんも家族同様に思ってるので、毎日やっぱ食べてももたれせんとか。惣菜はここ手作りでしてるから安心して食べられるし、こんだけ具の入った巻き寿司は多分ないと思います。お魚焼けました。毎日100ちょい出ますかね。お刺身とか美味しい。お待たせしました。ありがとうございます。じゃあお願いします。ちょっと撮影の方一緒に連れてきて、組み立てるとこから仕事するんですけど、多分ここまで食洗機ばらしてやっとるとこなかなかないと思います。セントラルキッチンみたいなところに入れるような規模のサイズなんで、こんな町の惣菜店扱うようなサイズではない。鍋も洗うし、漬物の桶とか毎日作る量がすごい多いので、出る洗い物がすごい多くて、毎日100ちょい出ますかね。日替わりなんではっきりカウントはしたことないんやけど、うちほどこんだけ綺麗な油使ってるとこないと思う。今継ぎ足してるのは新しいのなんですけど、使った油をまたその綺麗にろ過して洗浄かけるんですよ、油自体を。自分がそのお客さんも家族同様に思ってるので、その毎日やっぱ食べてもひどくならんっていうか、胃もたれせんとか、油の中に電波を流してる、うちは。その油の吸収が抑えれるんです。40-50% 抑えれるんですけど、揚げ物自体の揚げ時間もすごく短く上がるし、食べた時にカラッとなってて。こんな地味な作業でごめん。いなり寿司のいなり揚げです。今からでもなんか4人いるからこそ、こういうなんてやろう、仕事の需要を思いますよ。夕飯に一品助けてほしいなとか、うちなんかおひたしの素とかそういうのではなくて、全部この醤油とか砂糖とかみりんとか昔からある調味料で味付けてるので、お前の素とか何々ドレッシングとかそんなんではないんです。底引き解禁っていうふうに言ってるけども、実際やっぱり少ない。何でも物が高くなってるやろ。その中で本当にお客さんが買いやすいもの選んで見つけるっていうのが大仕事や。これを先に作るようにした。本当に魚少ない。喜ぶ。入れとったら揚げ。コンビニで使っとるとこ多分小川さんのとこだけって言われます。やっぱそんだけみんなコストを抑えたいから、そうやってちょっと安いのってするんですけど、うちは
絶対そういうの使ってない。全部国産ですか？国産です。いろんな種類を受けるように。種類豊富ですよね、確かに。数はちょっと少ないんやけど、他の大きなスーパーに比べると。この稲荷の揚げも業者から来たやつに詰めるではなく、うちがちゃんと味付けして詰めてるので、お寿司はすごく好評いただいてて、当店の人気商品の中の一つでもあります。午前中と午後でまた客層違うんですけど、午前に来られる方はやっぱり一人暮らしの高齢の方とか、一人じゃなくてもおじいちゃんとおばあちゃんとかで住んでるような方で、そんなにたくさんはいらないとか、自分じゃあんまり火やガスを使わないご家庭というか、工場生産ではなく手作りの商品として出るので、すごくそういう意味では重宝してもらってます。自分もこの商店街の今理事やってまして、役員やってるので、なるべくこういう昔からの町に人が来てくださるように商店街も含めて活動してます。お魚焼けました。小麦粉振ってこの肉詰めお願いします。兄弟5人なんですけど、自分は一番下なんですけど、もう一人の姉が今その盛り付けするのにもうちょっとしたら出勤してきます。結局その作るのが先来んかったら盛り付け部隊は仕事がないから仕事の出勤時間がずれてます。はい、では行ってきます。はい。ホイル焼きにしたり、ムニエルにしたり。
スーパーがみんなチェーン展開されるような時代になってきて、でそういうところの安売り合戦に結構苦しくなってきた時に、父と母がどっか県外に見に行ったお店がこうやってお惣菜やってて、すごく繁盛してるっていうので始めてって、そういうとこからちょっとずつ業態を変えてってっていう感じですかね。先にお好きなサイズに切ってタレとかかけてチンしてねみたいな。そばだけわさびはね、オッケー。結構言われるね。で海苔って本当にピンからキリまであるんやけど、歯切れもいいし香りも全然違います。この具材の味も引き立たせてくれるし、この海苔が全然違う。太さは一般的なものと変わらないんですけど、一般のこのお店に売っている巻き寿司とかよりは全然具は多いです。中の具材とかまで手作りでやっとるお寿司ってないと思う。大阪のお惣菜やと野菜とかがいっぱい取れるよっていうとこがやっぱ売りでもあるんで、コンビニのやったらお腹は膨れるけど野菜ってそんなに入ってないんで。社長になられたのっていつ頃なられたんですか？ 7年ぐらい前かな。もともとは、今の父が社長やったんですけど、でももともとは普通に手伝っててはいて、自分がやろうとかそんなまでではなかったんですけど、
母が亡くなった時に急にそうやっておらんくなった時のこの会社の引き継ぎって大変やなと思って先にもう代変わった方がいいなと思って。ぎっしりです。こんだけ具の入った巻き寿司は多分ないと思います。できました。午前中はやっぱり主婦の方かなが多くて、今11時半からは日替わり弁当やってるんですけれど、列になったりするんですけど、水曜日はどうしても一番が休みってお客さんも知ってるから、今日はちょっと少なめかなっていう感じ。よく来るよ。ここの果物美味しいから。毎日の来るね。家庭の味のね、おかずがあるから、食べやすい量の分量入っているからね。一人二人ちょうどいい。高齢者の方には持ってこいで。週1かな、2ぐらいかかるかな。お魚を調理していただくんだけれど、すごく綺麗にカットっていうか切っていただけるので、刺身じゃなくって普通の味でも何でもお魚、すごく美味しい。この間一度来て気に入って2回目来ました。はい、2226。226。日ぐらいに1回。家族少なくなったし、職場ここに近くになったし、すごく便利です。お惣菜と、あとデザート買う。美味しい。週何回ぐらい来られてるんですか？週に3回ぐらいやね。お刺身とか生魚とか、惣菜はここ手作りでしてるから安心して食べられるし、まあ美味しく作ってあるし。いつも何買われてらっしゃるんですか？いつもお惣菜です。でうちも2人家族なんで、なんか少人数分とかのが量があるのがすごく助かるし、もう毎日お惣菜使ってます。このデザートがなんかいろんな種類あるんですけど、今日は違ったけど私は杏仁豆腐が大好きです。贅沢みたいな感じでコンビニ感覚でちゃんと原材料から厳選して作ってあるものっていうのを召し上がってもらいたくて作ってます。
ったあったあった。なんか1週間通して一応毎日全部違うんだけど、例えばお弁当のこれだ美味しかったから次に買っていこうかなとか、キャベツなんかそうやってお客さんに味知ってもらえるように日替わりでいろんなものを入れてるんですけど、考えてるのは野菜を多く取れるように水曜日は炊き込みご飯って決めてて、そうで毎週違う炊き込みご飯、夏やったらなんかトウモロコシのとかで、秋やったらなんか鮭とキノコのとか。お待たせしました。ありがとうございます。毎日ではないんけど、1週間に3、4回かな。テイクアウトなくてもいいから楽だ。そういうことです。ここ利用させていただいています。1週間に2、3回来ます。魚もお刺身も揚げ物とかもいろいろ日替わりで変わってて、煮物とかも家庭的で美味しいです。で安いし、そんな高くないし、庶民的やし、もう季節になって出たら必ず買うんです。ボリューム多いし安いし味がいい。大葉とか入っててとっても美味しいから助かります。これはこの毎日の量やから。結構年たくさんあるとやっぱ助かると思うんですね。みんなこれは天然のブリですね。天然の、天然のブリですね。もうちょっと待ってください。お刺身とか美味しい。さて75にどれぐらいのペースで売られてるんですか？せいぜいです週1回やな。週1やね大体。いつもお惣菜買われてるんですか？これは自分で作りゃいいけどやっぱね美味しいお惣菜があるさかに弱ってしまう。そうなんだよ7枚。はい、2、3。昼からが暇やね。閉めて味を取るから。
この午前に作ったものばっかりやったら夕方買いに来る人が売れ残りばっかりになっちゃうから、やっぱ夕方4時からも作りたてでぜひあったかいものを食卓に並べてほしいなと思って今夕方市っていうのも初めてやってます。より多くの人に大阪屋の味だったり商品を届けれるようにオンライン販売も開始するので、遠方の方とかの商品を味わってもらえたらなって思ってます。うち保存料とか添加物とか入れてないので、販売方法は真空とか冷凍とかそういうやり方にはなると思うんですけど、うちのお惣菜を遠方の方が手軽に食べていただけるような商品を今オンラインで販売できるような土台作りを考えてます。そうですね。お待ちくださいね。つるっとした食感と熟成している分風味が他より強いかなっていうのは。一晩だいたい6時間くらい昆布水につけておいて60度になったら昆布を取り出すんですけれども、先代から教えてもらったやり方がこのやり方なもんで、それを崩すことなく忠実に再現してるんですけど、3期の専門学校だったんですけど、科学的な根拠に基づいた作り方っていうのを習ってきまして。アクを取らないとスキッとした出汁に仕上がらないんで。関東の方だとこういう口も使うみたいですけど、この辺はちょっと関西圏なんで薄口で味付けしてるんですね。
通より少し細めで、つるっとした食感と、熟成している分風味が他より強いかなっていうような。普通の白しめ油とか使ってたんですけども、こっちの方がなんか食感とかも軽く上がるんで、ちょっとヘルシーかなと思いましたね。塩少しで。結構人気高いだし巻き卵なんですけれど。だし巻き卵、はい。直に巻くらしいんですけど、お子様うどんとかかやくうどんにもちょっと入ってるんです。かき揚げがうちメインなんですけど、それをなんか早く提供するために、あらかじめこうやって準備しておいて、日によっては8割くらいかき揚げだったり、そのコロナを利用していろいろ考えてたどり着いたのがかき揚げだったんですけども、やっぱり身近にあるものでよりいいものを作らなきゃいけないなと思って。秋のイベント運動会だとかが多い時はどうしても閑散期に入るんですけど、11月12月に向けてちょっと例年やっているカニのうどんだとかが登場すると、またお客さんがちょっと戻ってきてくださるんで、今は閑散期かなって感じですかね。このメニューしか食べないっていうお客さんも結構いらっしゃって、香箱ガニのカニが取れてる間、11月の解禁から12月の禁漁うどんの販売時期になるので、その間に4回食べたとか5回食べたとか、お客さん同士がそういう競う。味変わりにくくするっていう昔の人の工夫っていうのは私父から聞いていて、蒸発する面積が少ないので出汁が煮詰まりにくいっていうところから味が変わりにくい。どうしてもお鍋とかだと火をかけるたびに煮詰まっちゃって濃くなったりとかやっぱり変わりやすいので、それと、釜の中のうどんの温度と壺の中のだしの温度が同じ鍋なので温度一緒なんですよね。同じ温度のものを出せるっていう、本当にいろんな知恵が詰まってる工夫なのかなっては思います。で、多分小松市でこのやり方でやってるのって今もううち以外に2軒か3軒ぐらいしかないはずです。この壺自体がもう手に入らなくなってきてて、結構これ特注で今作ってもらってるんですけど、祖父母が、後継者のいないうどん屋さんを継いだのかな。でそこへ父がサラリーマンやりたくないって言って3ヶ月間だけ習いに行って、最初はお寿司とうどんのお店で割烹もやりながらっていうスタイルでやってきてたんですけど、で母が病気で亡くなった時にも父がそこの店もやりたくないって言ってで辞めちゃったんですけど、でも私らは辞めたくなかったので、なんとか夫婦2人でやっていけるようなのでやりたいねって言ってたんですけど、テーブル席だとお子さんが入れなくて、で結構お座敷がないって言って帰っちゃうお客さんもいたので、でもやっぱりうどんってやっぱ子供さんにも食べてほしいし。
沖縄もずくっていうやつで、普通のもずくよりちょっと太いんで、食感もちょっとコリコリしてて、ちょっとでっかいのが間に合わんかった。土曜日か、昨日の夜も回ってきとった。やし子供らみんなさ、スーツつけて、
お代かき揚げ普通で、はい。そう少々で両方とも温かいのでよかったですか？わかりました。はい、お待ちください。お願いします。かき揚げ、うどん大とかき揚げ両方小でお願いします。ごめんなさい、お茶すいません。失礼しました。はい。いただきます。うどんが温かいとどういう釜いらっしゃいませ。はい、どうぞ、好きな席どうぞ。はい、どうぞ。これも釜揚げ釜揚げで。朝からなんで。はい。決まりでしたら伺いますか。カレーうどんのおにぎり1個。おにぎり1個で。はい、お待ちください。お願いします。
はい、お待ちどおさまです。ではこちらかき揚げの方は塩レモンと岩塩で召し上がってください。そうですね。お待ちくださいね。ここのお店よく来られるんですか？初めて来ましたよ。初めて？そうなんですね。はい。お味はいかがですか？美味しいですよ。はい。こんなのついて食べるとこ初めてだ。1300円になります。まろやかで美味しいカレーうどんでした。月に2、3回ぐらいですか。やっぱ僕はカレーうどんが好きですね。天ぷらうどん、はい。サイズ変化できますよ。うどんもかき揚げも小さくできますけど、両方とも小さめでよろしいですか？ビール、瓶でよかったです。瓶で、はい。お願いします。はい、失礼します。お待ちどおさまです。はい。よく来られてるんですか？ちょくちょく月に2、3回かな。こっちの方でかき揚げ半分ずつして。またやるんですけど、はい、すいません。お待ちどおさまです。はい、どうぞ。
どうぞ。失礼します。ごめんなさい、奥の方からすいません。失礼します。かき揚げはこちらの塩レモンとか。辛いですよ。どうしよう。そう。従業員の方にも言ってもらえたんですけど、この味やっぱりなくしてほしくないって言われたんで、守っていきたい部分ではあるかなと。古いところのいいところは残しながら、でも自分ららしさも忘れんと長いこと続くお店になればいいかなと思ってます。なんか美味しそうな気配がしたもんですから入ってみたら期待通りの味でしたとても美味しかったですしょっちゅう来るんですけど、雑味のないすっきりとした、ラーメンである種罪悪感がない食べやすいと思います。あらかじめでかい寸胴にスープ炊いて、今一応小分けにして、1日保管してる感じですね。ひき肉入れて、ちょっとスープをきれいにしていく。これは大山鶏と時期によって分け取るんですけど、比内地鶏からメインで国産のひき肉使ってます。醤油と塩があって、醤油が一番今出てますね。スープできるまでは1時間半ぐらいなんですけど、でかい寸胴、あっちにある寸胴あるんですけど、沸騰してから4時間ぐらい弱火で火かけて、から出るうまみとかそういうのを出して取るって感じで、今この機械でレアチャーシューを作ってます。豚肩ロースレギュラーメニューはなるべく1000円超えないように努力してます。多分本当初代から数えると1期としては多分35年から40年の間みんな正確になんか覚えてないらしいんですけど、それぐらい昔からその金沢の門町というところで、歴史があるラーメン屋さんですね。それで今4代目、深夜アルバイトでここで働かせてもらっとったんですけど、ちょっと店長さんが辞めるってことになって売りに出すわってことになったんで、じゃあ僕買い取りたいですって感じで、そこが始まりですね。
今この針みたいなやつでその肉の中心温度を測ってるんですよ。63度になったらそこから30分土込んで調整してレアチャーシュー完成という形になります。お店買い取るって結構勇気いったんじゃそうないですか。ですね、まあ高級車1台買ったみたいな感じなんで、まあでかい買い物したなぐらいの感覚で、何かしらやりたくて飲食店、焼肉かラーメンか、まあ、何かしらやりたいなと自分では思ってたんで、たまたまここ公園やってっていう形ですね。夜の街なんで、まあ、わざわざその車で片町に来てラーメンっていうのがあんまりなくて、どちらかといえば片町来て締めのラーメンどこにするかってやったら昔からなんか一気っていう昔の人は言ってますね。まあ一番最初に大変だったなと思うところが人ですね。アルバイトとかなかなか集まらなかったんですけど、求人サイト出してやっとラーメン雇って食やなとかはあんまり。に溶かすやつなんですけど、もうこれももともと寸胴でやって、ちょっと今醤油とみりんとお酒でつけてるんで、ちょっと味染み込ませてからで出す。期間限定とかで鶏白湯とかいろんなラーメンちょっと試作して出してるって形です。すくい上げて、綺麗なスープ。
チャーシュー丼のチャーシュー丼。いらっしゃいませ。鍋様に。2人。ただテーブル。いや、違う。おはようございます。おはようございます。長いな。うまい。うまい。スープうまっ。じゃあ俺つけ麺で。え？つけ麺でいいよ。結構来られるんですか？週に3、4回は来るっすね。僕全種類食べたことあるんですけど、全部うまいし、何頼んでも美味しいから、そんな店なかなかないなってあるっすね。僕はいつも食べるのは Z ブラックラーメンは飲んだ後とかもすごい美味しい。めっちゃ好きっすね。しょっちゅう来るんですけど、雑味のないすっきりとした、ラーメンで、非常に食べやすくて、ある種罪悪感がない食べやすいと思います、はい、おすすめのメニューとかありますか？僕の好みなんですけれども、やっぱり地鶏中華の塩、最も罪悪感が少なくていいと思いますね。いらっしゃいませ。カウンター席どうぞ。いきます。醤油です。塩一つと半分。はい。お水だけセットお願いします。いらっしゃいませ。テーブルどうぞ。
ことがない。美味しかった。美味しかった。初めてと2回目かな。すみません、お待ちください。お願いします。なんか美味しそうな気配がしたもんですから入ってみたら期待通りの味でしたとても美味しかったです金沢もいろんなとこ行きましたけど上の方のレベルじゃないかなと思いました。言ったじゃないですか。ないって。作ってって言ったけど。特製の細麺で製麺所の人にお願いして作ってもらってます。します。はい。はい、いつも酢漬けとレモンサワー。何を頼まれたんですか？一気のチャーシュー飲んだ後には良かったです。他のラーメンもちょっと食べてみたいかなと思いましたね。すいません。はい、醤油で。醤油で。はい、いただきますよ。はい。普通はちょっと柔らかめで出すんですけど、ちょっと金沢の人固め好きなので、ちょっと固めで出してます。あえて。少々お待たせしました。うまそう。はい、ありがとうございます。すごい。あ、透明の。これメンマすごくないですか。これ。長い。綺麗じゃん。あ、いただきます。あ、本当だ。なんか美味しい。はい。飲んだ後にちょうどいい感じ。いただきます。もちもち風な感じで。
うまい。もちもち。ついてます。注文決まったらやってください。お待たせしました。レモンサワー。はい、ありがとうございます。いい感じになりそうな。目がこっちです。はい。自分の家で。あとラーメンですか。乾杯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 。醤油3つで。3つで。はい。あと黒チャーハン。黒チャーハン。シェア。はい。はい。これはさすがにこれはお二人に食べてほしいと思って今日は本当にもうそれはご案内しました。だってね今まで要はそんな感じ。このラーメンは間違いなく美味しいなと思いました。締めといったらこのラーメンかなとまた来たいなと思っています。美味しかったです。いらっしゃいませ。何名様でカウンター席どうぞ。
正社員雇ってちょっと店舗展開していきたいなっていう感じ。こちら能登寒ぶり、アジのお刺身とアジのたたき。責任者はこの後で。
海鮮丼が一緒の種類じゃなくて。宇和島で働いてたんですけど、自宅も実家も全壊しまして、で一時期嫁さんの実家に避難してたんですけど、そこを今度水害で、それで金沢に出てきてここに。小鉢用ですか？そうです。マイエンってもともとこっちの方言で美味しいんだよみたいな感じで言われることが多いんですけど、それそのまんま使おうよってオーナーと話しててそうなりました。これは輪島のお醤油です。けどやってますね。
まあもともと石川イコール海鮮みたいなイメージがあって、観光の方とかもいずれは来てくれるかな。ただ序盤はあんまり混んだろうなと思ってたんですけど、思いのほかお昼から地元の方にすごい来てもらえて、で土日は観光の方もちょこちょこと来ていただけるんで、思ったよりこう来ていただけてる感はありますね。全然お金払ったらその後一切かからんシステムにしてる。石が気づいたら手切れとって。ありがとうございます。はい、どうぞ。席どうぞ。ポンと。はい、海鮮これ。一応こんなもんや。あってみたいな感じですね。とご飯でも全然大丈夫。YouTube 出そうとしてる。そうです。カレーの時もお世話になった。インスタに YouTube リンクやと思うけど、わからんけど。
素人や。一旦この箸だけ渡してしきますね。みんなに言われるんですよ。駅も今おのおの忙しそうです。普通の焼肉屋で一番コスパがいいと思う。カレーからラーメンしました。お気をつけてお待ちください。で卓上にお醤油あるんで、はい、皿にとって。で、あの時間にやってるのがここと深センしかない。ちょっとご飯少なめですね。まさに。売り大根もですね。そうですね、まあ海鮮ユッケですね。ユッケ風のタレをかけてます。気をつけてお待ちくださいね。はい。ありがとうございます。僕もめっちゃ通ってました。いただきます。卓上にお醤油あるので、お醤油皿にとってこれいやもうはい、本当また来ますよ。はい、ありがとうございます。またお願いします。どうも。ゆで卵もついてるね。本当や。笑い餅。南蛮漬け、美味しかった。ありがとうございます。他のもの邪魔しないようになるべくあっさりめにつけてます。すごい美味しかった。ありがとう。そう。はい、ありがとうございます。またお願いします。お気をつけて。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。甘え、生の甘え。あ、すいません。あ、ごめんなさい。申し訳ございません。めっちゃ海鮮丼。
これ加賀の方のお酒です。石川県の南の方ですね。こちら能登寒ぶり、アジのお刺身とアジのたたき、で生の甘エビとマグロになります。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、加賀のですね。めちゃくちゃ美味しいですね。薄くない、全然薄くないです。そんでいいっす。いい感じです。あ、ちょっと待ってください。こっちはまだ。はい。はい、いらっしゃいませ。で、どうぞーい。卓上にお醤油やるので、はい、よいしょ、失礼します。で、あっちです。お気をつけてお待ちくださいね。ほい。まっすぐ行って左側にあります。はい。失礼します。お気をつけてお待ちくださいね。前がカレー屋さんやってたんですけど、